はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日は久しぶりのホテル紹介になります。最近はちょっと私の個人的な問題ですが、仕事が結構忙しくてバタバタしてる中で、なかなかね、ホテルに滞在する時間が短くなってしまうので、その中でね、10万円とか15万円のホテルに泊まって一日中いないってなるのはもったいないので、日本ではね、ラグジュアリーホテル温存気味ですが、どんどん新しいホテルが開業しているので、半年から1年ぐらい経って、落ち着いたらね、のんびり巡りながら仕事がね、部屋でできる状態になったらまた巡り出そうかなと思いますが、ストックですね。はい。で、そんな中で今日は、有明のダブルツリーに泊まってるんですけど、こちらご紹介したいと思うんですけど、ラグジュアリーホテルではないので、撮ろうかどうか悩んだんですけど、時間があったことと、今日カメラが Osmo Pocket 3っていう新しいカメラになってるんですけど、ちょっとね、カメラのスペックも試したいということで、実験のホテルにはちょうどいいかなと思って、撮ってます。ちょっと実験のホテルにちょうどいいっていうとホテルに失礼かもしれないですけど、はい、そんな感じですね。で、今話しましたが、今日ご紹介するのは、ダブルツリーバイヒルトンの東京有明さんをご紹介したいと思います。ホテルのね、詳細とかは、お部屋までの動画とお部屋の中の動画の後でね、少し話そうと思いますので、ちょっとまずは外観、お部屋までのホテルの雰囲気、お部屋のね、雰囲気、いつも通り見ていただこうと思うんですが、お部屋に上がってくるときに、1個目の入り口があるんですけど、1個目の入り口を入るとすぐエレベーターがあって、ロビーをね、通過しずにお部屋まで来れちゃうホテルなんですけど、あえてね、ちょっとロビーを通る形で別の入り口から入ってるので、そこもね、ちょっとご覧いただけたらというのと、お部屋に入る直前に、今回私のお部屋の前に、洗濯機、乾燥機、自販機がある部屋があるんですけど、そこにね、入ろうと思ったら、中に人がいて、わってなっちゃったんで、そこでね、カメラが一回触れてしまうので、ちょっとそこだけご容赦いただけたらと思います。はい。では、早速、お部屋までの様子と、お部屋の中の様子とってありますので、ご覧ください。
はい、ではお部屋をご紹介したいと思います。今回は GoPro ではなくて Osmo Pocket 3になっているので、ちょっとね、動画の感じが今までの動画と違うかもしれないので、そういうところにも注目していただいて、気になることとか感じることあったらコメントもいただけると嬉しいです。では早速行ってみたいと思います。まずお部屋の位置ですね。はい、お部屋の位置はエレベーターがここで Your Here がここにあるので、ここです。このお部屋が今日泊まってるお部屋になります。エレベーター近くてね、いいところかなと思います。はい、こんな感じです。で、お部屋に入りますと、まず左側のこちらにルームキーを挿して電気とかをつけるタイプのお部屋です。で、こちらは私今靴を脱いだ状態になってますが、ここがね、少しだけ段差になっているので、ここで靴を脱いでこの木のフローリングに乗ってくって感じですかね。この辺は日本っぽい感じがねしてむしろいいのかもしれないですね。はい、ということで海外の方もここで靴をぜひ脱いでお上がりください。はい、でまず正面にクローゼットあります。よいしょ。クローゼットはこんな感じ。私のコートかかってますが、これはもう気にせずお願いします。でハンガーもたくさんありますし、こちらにランドリーサービスの価格表とかもあります。で左側にはブラシとかがあり、アイロン台があります。で下によいしょ、アイロンとパジャマあります。パジャマはズボンタイプになってます。はい、で下にねスリッパもあります。金庫もあり、一通りね揃ってるかなと思います。ではこちら閉めます。で、右側がメインのスペースになりますが、先に水回り行こうと思います。まずこちらにお手洗いあります。バストイレね、別は嬉しいかなと思います。こんな感じで、ここは開くタイプではないかな。はい、開くタイプではないですが、綺麗でね、こちらに手洗うところもありますし、はい、ヒルトングループの石鹸って感じしますよね。はい、石鹸もあります。もちろんね、こちらにタオルもかかっております。はい、ちょっとね、こう画像がぬるっと動くのは GoPro とは違う感じで、物理的なね、ジンバル感あっていいかなと思います。はい、で続いて、お風呂のスペースですね。でここ先ほど入ってドライヤーだけガタガタならないように出しておいたんですけど、実はね鏡がたくさんあるんで、ここはね私映らないのは不可避なスペースなので、私映るのお許しください。はい、で洗面台は一気のタイプです。で、タオルもあります。こちらにねバスローブもありましたね。バスローブは少し薄めなので、これだけで過ごすにはちょっと薄いかもしれないですけど、動きやすい感じかなって感じがします。はい、でドライヤーはこちら出しておきました。なのでマルコが映るタイミングがないのでここで出します。はい、マルコをドライヤーに座らせてる時間。はい、でこれがパナソニック製になります。はい、で、歯ブラシとかねこちらに入っております。いろいろあるので、一通りねあるかなと思います。足りないものとかがあれば一応フロントに確認いただけるものもあるかなと思いますね。はい、でお風呂開けてみます。よいしょ。お風呂はこんな感じで、結構ね浴槽も広くて、足も通常の人っておかしいですけど、大体の人は伸ばせると思いますね。はい、いいお風呂かなと思います。結構広いかなと思いますね。はい、で、シャンプーとかのアメニティ、バスアメニティはこんな感じ。ダブルツリー泊まったことがある方はね見たことがあるんじゃないかなと思いますけど、はい、雰囲気も良くて、はい、高級ホテルに遜色ない感じのお風呂かなとこちらは思いますね。いいと思います。はい、ではちょっと戻ります。でメインのスペースはこんな形。ちょっと私の荷物あったりしますが、はい、どうですかね。割とビジネスユースとか、宿泊してずっとホテルにいるっていうタイプのホテルではないと思うんですけど、その中でね結構優雅な間取りになってるかなと思います。ラグジュアリーホテルの
雰囲気とかレイアウトとかあとはちょっと違うと思いますけど、はい、十分ですよね。これで広さが不満という方はね、このホテルに泊まってないと思いますので、はい、十分だと思います。はい、で、ちょっとベッド脇のコンセントとかチェックしてみます。ベッド脇のコンセントは、よいしょ、こんな感じで、通常のコンセントが2つと、USB が2つあります。最近だとね、タイプ C が欲しいっていう方もいると思いますが、通常のコンセントでタイプ C も充電できるものを持ってきていただくのが、そういう方はいいかなと思います。はい。で、逆サイドも見てみましょうか。逆サイドもしっかり2つずつあるので、これは結構嬉しいですよね。充電も他のものも一緒に、他のものって携帯以外のものも同時に結構充電できるかなと思いますので、これは結構何気に嬉しい。はい。で、順光でお部屋見てみるとこんな形、結構広いですよね。で、テレビ周り行きましょうか。ミニバーとかもねチェックしないといけないですね。まずここのね下がミニバースペースになります。右はね空だと思うので開けないですが、まず、コーヒーとか紅茶とかかな。よいしょ、これ落ちてこないよね。はい、こんな感じで。紅茶はまずいぞ、遭遇したことのないタイプに出会ったぞ。はい、こんな感じ。ちょっと調べてね出します。こんな感じ。はい、あとはこれは煎茶かな。全部このシリーズですね。なんかちょっと黒おしゃれ。紅茶はさっき何ティーか見てなかったな。これはアールグレーで、さっきの何でしたかね、ちょっとチェック。カモミールか。カモミールですね。はい、カモミールとアールグレーがある感じです。はい、グラスこんな感じ。よいしょ。で、下にケトルあります。あと奥にアイスペールもあります。見えるかな。よ。ちょっとさすがに、ちょっとちらっと見ますね。アイスペールも奥にあります。ちょっと出すのを控える。で、左側が冷蔵庫です。で、冷蔵庫は空でした。はい、こんな感じ。で、左にナノイーの空気清浄機あります。これは加湿はさすがにできないか。はい、空気清浄機って感じです。はい。で、後ほど少し紹介しますが、ウェルカムグッズですかね。フロントでいただきました。ダブルツリーといえばこのクッキーですかね。ちょっとあったかい状態でくれたんですけど、冷めてきちゃってますが、このクッキー美味しいんですよね。来たことある方なら、食べたことある方も多いかなと思うんですけど、はい、これ結構嬉しい。で、お水は瓶のタイプでこんな感じです。で、ネスプレッソは蛍光色。はい、ね、可愛いですけどね。こんな感じで、一応ピントも確認したいんで取っときましょうか。手も映っちゃうけど、こんな感じ。読めるかな。ちょっと止めときます。よいしょ。はい、こんな感じになります。はい。で、眺望ですけど、眺望がいいってホテルじゃないですけど、はい、目の前は国際展示場の駅になってます。ということで、今日は私はこの辺りで仕事があるので、ここに泊まってます。いい立地ですよね。はい、いいとこだと思います。よいしょ。で、順光でお部屋取るとこんな感じ。私の影で映っちゃうけど。はい。ということで、オズモポケット3の室内動画、いかがでしたかね。結構ね、このバックモニターで見る限り、背面液晶ですか。バックモニターっていうとバックビューモニターみたいで車みたいになりますけど、背面の液晶で見てる限りは結構綺麗じゃないかなと思うんですけど、皆さんいかがですかね。はい、ではこの後、ホテルのご紹介と朝食とかバーもね行けたら行きたいと思いますので、そのあたりの写真や感想も話したいと思いますので、もう少しだけよろしくお願いします。では引き続きお願いします。失礼します。はい、よろしくお願いします。今日はダブルツリーバイヒルトン東京有明さんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、こちらのホテルはまず場所ですが、東京都の有明にあります。有明駅と国際展示場駅かな、何線かわかんないですけど、の2つの駅の、目の前というか、
駅直結とは言えないですけどね、駅のすぐ目の前にあるので、交通の便もいいかなと思います。はい。で、有明なので、ちょっとね、東京の都心からは、お台場とかのエリア、豊洲とかのエリアをまたいで来る感じになりますが、まあ、立地はね、私は結構好きな立地で、割と、この辺りで私が仕事があるということもありますが、羽田空港にも行きやすいですし、車だと銀座とかもすぐ行けるので、意外とね、私は使い勝手がいい場所です。で、今、東京のホテルの価格がかなり上がっているので、まあ、今日みたいなホテルでも都心、まあ、ここも都心なんですけど、それこそね、山手線内とかだと、もう3万4万しちゃいますよね。で、まあ、そんな中で有明っていう立地もあるんですけど、まあ、1万円台からまあ3万円台ぐらいの幅に収まっているので、しかもね、今日見ていただいたらわかると思うんですけど、綺麗なので、結構いいんじゃないかなと思います。なので、東京にちょっと用事で来る用事があって、ホテルに泊まりたいんだけど、さすがに高いぞ。でも、ちょっと綺麗なところに泊まりたいなっていう方で、まあ、有明ぐらいなら、ありかなっていう方だと、参考になるかなと思いますので、そんな感じで見ていただけたらと思います。で、こちらはもともと、大和ロイネットホテルさんが入っていたのを、ヒルトングループがね、リブランドして、新たにオープンしたっていう、リニューアルオープンっていう感じですかね。なので、もともとね、あった建物なので、見たことがあるっていう方もいると思いますし、大和ロイネットホテルさんだった時にね、泊まったことがあるっていう方もあると思うんですけど、どうですかね、雰囲気とかが変わってるのかわかんないですけど、はい、そんな感じです。で、開業したのが12月22日、2024年の12月22日、22日じゃない、12月20日、20日ですね、にリブランドしてオープンしたということで、意外とね、まだリブランドして間もないので、胡蝶蘭がね、入り口のところにあったりしましたけど、はい、そんな形になっております。で、まずお部屋の様子ですけど、今日は、まあ、ホテルの中ではいいお部屋なのかなって気がしますが、まあ十分ですよね。はい。広さとかは十分かなと思いますので、はい、そんな感じです。で、まず、ホスピタリティの感じですけど、まあ、価格を考えると十分かなと思います。なので、不満に思う方はね、いないんじゃないかなと思います。もちろん、5つ星ホテルとかとはまた違うので、まあそういうところと比較するとってことですけど、まあそこ比較する必要がないと思いますので、まあ、ビジネスホテルよりはもちろんいいですし、はい、しっかりしたね、ホテルの接客をいただけるかなと思います。で、あとは、ダブルツリーさんといえば、このクッキーですね。レセプションでチェックインの時にいただけるクッキーですが、相変わらず美味しいですよね。泊まったことがある方は、このクッキー結構好きっていう方もいると思うんですけど、はい。何度かね、私もいただいてますが、やっぱり美味しいなと思いました。はい。そんな感じですね。はい。その他ちょっといろいろ紹介していきたいと思います。でまず一つ目が、夕食ね、バー利用しましたので、はい。ちょっとお部屋までの動画の時にね、バーかすめてますが、バーの雰囲気と、食べたものは、味噌を使ったピザみたいのいただきましたけど、美味しかったです。で、結構小さいので、一人だとね、お腹いっぱいにならないかもと言われたんですが、十分な大きさでした。女性だとっていうくくりは、このご時世良くないと思うんですけど、小食の方は十分お腹いっぱいになってしまうと思うので、お気をつけくださいっていう感じですかね。はい。で、この有明っていうエリアですかね。まあ、このビッグサイトとか、ビッグサイトちょっと離れてますけど、この国際展示場とかは、イベントがあるかないかで、ものすごく稼働率が変動すると思うので、今日はイベントが特に当日も次の日もない日に泊まっているので、ガラガラですね。とても空いているので、夕食の時ももう2組ぐらいしかいなかったですし、今朝食終わった状態で撮ってるんですけど、朝食も、私が30分ぐらい朝食で滞在していても、2組、3組、4組ぐらいしか来なかったので、はい、すごくね、そのイベントによって変動するかなと思います。はい。で、車で来られる方は、駐車場もありますが、イベントがあるか確認してきた方が良いと思います。イベントがないときは、駐車場もしっかり空いてますので、1泊2000円くらいだったかなと思いますけど、はい、そんな感じになっております。はい。で、もう一つ、朝食ですね。
朝食会場と、朝食の様子、ビュッフェ形式でしたけど、卵とヌードルはキッチンで作っていただけます。注文してから。こんな感じです。で、まあ、ヒルトングループのね、ホテルの朝食ですから、はい、十分かなと思います。特に不満もなく美味しかったですね。はい。まあ、ホテルどうですかね。私は割と和食があれば和食を頼んでしまうことが多いですけど、まあ、ビュッフェもね、ホテルの朝食だなって気は改めてしますね。はい。という感じです。まあ、そんなにね、説明することが多いっていうタイプのホテルではないので、雰囲気見ていただけたらと思います。で、まあ、24時間使えるジムがあったりとか、ジムもね、とても綺麗でしたし、空いてるので、結構使い勝手いいんじゃないかなと思います。で、あとはまあ、コンビニエンスストアとか当然駅の目の前なのであるので、このホテルの1階にもセブンイレブンありますし、駅の反対側も歩いて50メートル、100メートルぐらいの位置にローソンもありますので、まあ、割とね、ビジネスユースとか、そういう使い方になると思いますけど、いいかなと。東京観光の拠点にはいいと思いますし、ディズニーランドとかもね、遠くないので、意外と使い勝手いいんじゃないかなと思います。はい。そんな感じですかね。はい。まあ、ちょっとね、今日は GoPro ではなくて、この Osmo Pocket 3っていうので撮ってるので、まあ、カメラで感じた印象とか映像で感じた印象、カメラで感じた印象っておかしいか。映像でね、感じた印象とか、今までと比べてどうだとか感じるところがありましたら、ちょっとまたね、コメント欄とかにコメントいただけたらと思います。はい。ということで、マイクもね、この Osmo Pocket 3がワイヤレスマイクを使えるので、とかって感じですけど、はい、音もクリアになってるんじゃないかなと思います。はい。ということで、今後はね、もしも、コメント欄で、いや、全然 GoPro の方が良かったとかっていう意見が多くなければ、こちらでね、映像を撮っていこうと思います。で、ちょっとね、夜の画質の状態も確認したかったので、お部屋までの動画をあえてね、夜撮ってみたので、夜の描写もね、ちょっとコメントいただけたら嬉しいなと思いますけど、はい、そんな感じですかね。はい。ということで、あと何か紹介し忘れてることあるかな。あとは、なんかダイヤモンド会員では私はないんですけど、ダイヤモンド会員の方は、スターバックスのコーヒーマシンが1階にあるんですけど、そちらで1杯無料で飲めるとかあるのかな。はい。なんかそんなのがね、ちょっと説明されたので、そんなのがあるみたいですっていうぐらいですかね。はい。ということで、有明に来る際にホテル探されてる方、まあ最近東京のホテルはちょっと高いから、東京駅のね、本当に中心地じゃなくてもいいから、綺麗で、泊まりやすい価格のホテルないかなっていう方にはいいホテルじゃないかなと思います。はい、今日はダブルツリーバイヒルトン東京有明さんをご紹介しました。はい、引き続きまたよろしくお願いします。失礼します。